の破壊神闇のラジオ編。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編、通称闇ラジ。この番組のパーソナリティダークシュナイダー役の谷山紀章です。さあ2週間のご無沙汰。この間にですね、私誕生日を迎えまして47歳になりました。数字にするとね、いろんな方からおめでとうだ、やれ長生きしろだ、そろそろ大人になれだ、いろんなお声をいただくんですが、ありがとうございます。数字にするとね、47ってなかなかぐっと、冷静になればなるほど辛いものがあるんですけれども、僕結構数字として47って嫌いじゃない、なんかかっこよくないっていうね、工藤投手の背番号だったりね、まだ工藤公康投手ですね、なんか素数だしみたいなだからなんだって話なんですけど、これが48とかになるとね、急におじさんっぽくなって嫌だなと思って、48にだけはなりたくない、すっ飛ばして47から49になんねえかなとかと思うぐらい、なんか奇数の方がシュッとしていいなっていう思う今日この頃。かつて中学校時代に社会科の担当で、かつ野球部の顧問だった中村先生ってのがね、48歳だってのを覚えてたんですよ。それがもうすげえおじいちゃんなの、見た目がだから昭和の48歳と今の48歳で違うのも分かるんですけれども、きついなって、48歳ってきついなって。だから、今年寅年ですね。俺の1個上とかだから桜井君とか鈴村君の世代若いなと思って。でも最近の48って確かに、僕もね、だからあんまりこう数字というか年齢に、を意識しつつもこう振り回されないような今後の、余生を過ごしたいなと思う今日この頃でございます。その中で47歳になって最初の配信。さあこの番組はアニメバスタード暗黒の破壊神の魅力を伝え、全ラジオ界の支配者になるための番組。バスタードファンの皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います。リスナーのあなたもメールや SNS で参加してください。ツイッターの方はすべて小文字、ハッシュタグバスタード_ラジオをつけてつぶやいてください。一緒に伝説を作っていきましょう。時期的には今日が8月の17か過ぎましたね。お盆休みも過ぎて夏休みの後半に差し掛かり、おそらく高校野球もいい感じになってんのかな。ベスト8とか出揃ったかしら、そろそろっていう頃だと思います。リアルタイムでは今1回戦をやってるぐらいの自分なんでございますけれども、いずれにしましてもですね、皆様におかれましても悔いのないようにこの夏を楽しんでください。何度も言いますが、同じ夏は二度と来ないんやで。そして残りの人生であと俺は20回ぐらいしか夏を過ごせないんです。めっちゃ切なくない？それ今自分で言わなきゃよかったと思ったなんで夏を後悔しないように、みんなそれぞれおのおのの夏をねさあそしてですね、この番組第1回から第3回までは陽子役の楠木智さんと一緒にお送りしました。アフレコ現場でなかなかゆっくりお話しする機会なかったんで、ラジオでお話たくさんね3回分させてもらったのと、でそれ明けて2回ぐらいご一緒させてもらったんだけど、やっぱちょっとねいい感じ、すごくこうフランクな関係でね、冗談も言い合える中というか、僕は勝手に一方的に言ってたりするんだけども、それをケラケラ彼女が笑ってくれたりしてね、そしたらもうトモリルのもう笑顔はもっとなんかおじさんをね面白くなんかさせるというか、面白いことを言いたくなってしまうぐらいの、そういうなんか引力を持ってますな、彼女の魅力はね。もう親父キラーだというふうに僕はちょっとかなり思ってるところは節があるんですけれどもね。さあもちろん今回もですね、素晴らしいゲストに、素敵なゲストに来ていただいてますよ、本当に。この方はね、だから我々業界ではもう誰も知らない人がいないし、業界も長いでしょうし、だから若手と中堅の間から中堅からベテランの間でちょっとスライドしつつある方なのかなと。もうずっと若手の頃からね可愛らしい役もやってこられたでしょうし、今キャリアなりの役どころっていうのを任せたらちゃんと演じきられる方なんでしょうし、でその実というか、我々男性声優界にとってもとてもこうありがたき存在のような気がします。僕はそうは思ってなかったんだけど、なんかとっても喋りやすそうなんですね、皆さんね。男性声優の方、この方ともう本当もうちょっとおもんぱかれや男子の方がっていうぐらい、何のてらいもなく、例えばちょっとこう下っぽい話題とかも喋りやすそうに喋ってる。実際におしゃべりすると僕もそうなんだ、この方はそうなんだと、とても懐の深い方だなと思う。この後すぐのご登場になりますので、皆様お楽しみにされてください。さあそんなことでございました。アニメを見てからラジオを聞くもよし、ラジオを聞いてからアニメを見るもよし、
それぞれのスタイルでお楽しみください。それでは始めよう。メイス。この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りするぜ。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。ここからはゲストと一緒にお送りしていきます。さあ、それでは満を持してご登場いただきましょう。このお方です。ババーン、アーシスネ役日笠陽子です。よろしくお願いします。お願いします。どうもどうも、こんにちは。あ、記者さんお誕生日おめでとうございました。ありがとうございます。本当にお世話になってます。お世話になってます。47歳。47になっちゃって。気象さんが。そうだよ。47なんだよ。なんか私気象さんのイメージがずっとなんか遠くから見てるやんちゃな人のイメージだった。なんかどうせそういう風に思われてんだろうなと思ってたよ。なんかずっと30代のイメージでした。でもそうですよね。私が30もう後半だから。公表してるのね。公表してるんですよ。なんか公表しなきゃよかった。本当。ちょうど10個ですよ。そうなんですよ。言わないで、千月気象さん。本当。私28歳でこれから通そうとしてんだから。なんだこいつ。何を言ってんだ。コロ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 と。公表しなきゃよかったって思いません？いやだから年齢不詳にした方が確かに役には縛られないよね。本当そうなんですよ。声優だとね、なおさらさ。本当そう。今、私一回なんか始球式した時に別に年齢隠してないんですけど、なんか私だけ年齢非公表ってなってて作品でやったの。作品で始球式やった時に相方が小倉優衣ちゃんだったんですけど、小倉優衣ちゃんは名前と年齢出てて、私だけなんか隠されてて、あれみたいな、多分妙な気の使い方。気使った結果ちょっとなんかざわつかれちゃって隠してねえよと思って。よしあしだね、それは。じゃあね、そうなんですよ。公表してんのに気使われて非公表って今からウィキペディアいじろうかな。そうね、ちゃんと書いてありますね、ウィキペディア。今ね、神奈川県出身なんですね。私のウィキペディア見てんすか？ごめん。お前を見てるよ。お前を見てるぞ今。そうなんだ。ダメだ。ね、記者さん使えないトークするの本当やめてもらっていいですか？いや、あと俺びっくりしたのがさ、もう昨今もう普通に使われているテヘペロっていうこの言葉。そう日笠さん発信って本当？そうみたいです。すごいねそれ。でももうだいぶ今本当に時代は流れ、本当にいろんな言葉が出てきてるんで、なんかもう本当すごい昔、もう死語ですよ、テヘペロ。記者さん死語。そう、いや俺は使わないけど。いや普段で一回も発したことないけど。言っときますけど、私も普段で発したこと本当ないですからね。そうだったんですね。いやすごいよね。どうよ、夏もう今日8月17日だけど、夏も半ばを過ぎたけど、どうで季節的には日笠って夏は大好きで、結構毎年じゃあ割とバカンス的に過ごしたりすることもある？そうですね、バカンス的になんかいろんなとこ海とか行ったりする。海が見えるホテルに泊まったりすることはありますけど。まあわかるよ、いいよね。でも私夏生まれなんで、やっぱ夏の季節感とか、夏のなんかこう暑くて笑っちゃう感じとかすごい大好き。暑くて笑っちゃう感じ。それもう脳みそに来ちゃってるじゃん。ちょっと溶けてね、それ前頭葉とか。朝とかなんかこう朝バンってこうやって玄関を出るじゃないですか、バンってでなんか出方は知らないけど、バンって出ました。バンって出るとなんか青い空が広がってて、なんかさんさんとなんか太陽が出てるとなんかいい天気だ、やるぞってなりません？大丈夫？病んでるわけじゃないよね。なんか煮詰まっちゃって結果そこなんか減らっちゃうみたいな。ヘラヘラしちゃうみたいな。昔からなんかこう太陽が好き、やっぱ陽子なんで太陽好きで、なんか私誕生日が近くなると生命力が上がるっていう説を唱えてるんですけど、でもお日様に傘をしてんのに日傘はします。日傘はします。日傘はするんですけど、傘はするんですけど陽子なんです。ああ、そっか。そうなんです。属性的には太陽のような。なんで夏が好きなんで、結構バーベキューとか昔はコロナ前とかは仕事も含めて20回くらい夏だけで。その夏
超陽キャじゃんまさに。あ、ともりも一緒に行きましたよ。そうなの？バーベキュー。なんで呼んでくんないのそれ。その時ほら気象さんの連絡先すら知らないから。昔ですから。昔ですから。いや今年はだからビアガーデンもすでに2回行きました。本当？はい。都内の。昨日行きました。はい。ビアガーデンでもあれ外で飲めるやつ？そうです。ビルの屋上とかでやってて、結構距離も取ってくれてるんで、外なんで、なんか新宿のルミネの上とか、小田急の上とかでやってて。いいな。大勢でやんの？いやでも3人とか2人、3、4人とかですね。メガネスーパーのネオンを見ながら、リア充だ。超いいな。メガネスーパーですよ。ビッグカメラのネオン見てんですよ。いやでも充実してるじゃないですか。いやでもそうですね。めちゃめちゃ楽しいです。ああ、だからそっか、夏好きなんだね。俺も夏生まれだけどね。だからもうちょっと夏っぽいことしたいなと思ってんだけども。なんかでも気象さんすごいめちゃめちゃ日焼けしましたね。自転車にねやっぱ都内乗り回してるから、でこの時期になるとどうしても焼けちゃうんだけど、もう今年はね夏の間は乗らないって決めましたね。こんがりになっちゃうし暑いんで当たり前だけど。そうですね。そう、私今日気象さんに誕生日プレゼント日焼け止め買ってこようと思って忘れました。一切塗らないんでね。塗らなさそう。焼けっぱなしジャーマンなんで完全に自転車グッズをなんかプレゼントしようと思ってまあ忘れましたよね。絶対後付けじゃん。持ってこようと思ってようはずがないね。今日気づいたね。多分今日現場に来て台本見て、荒木翔さん誕生日なんですかって聞かれたね。絶対嘘だね。だから今のはやめてよ。現行犯だよ。現行犯。逮捕ね。まあいろいろ楽しんでる方もね、そうじゃない方も夏もう等しくやってくるわけでございます。来週から大阪でですね、このバスタードの原画展も始まるということですので、皆様夏休みの思い出作りにぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。そしてまだアニメを見てないという人はこれを機にバスタードを一気見してください。現在ネットフリックスで第1話から第13話までが絶賛配信中です。さあ、改めましてね、ひかささん、来てもらってるんで、演じてるキャラクターネイ、アーシェス・ネイについてお話をちょっとずつ伺っていきましょう。まあ散々インタビューとかでもね説問されてると思うけど。そうですね、ネイは闇の反逆軍団、四天王の一人ということで、四天王、メンズが多いんですけど唯一女性であり、そうですね。で部下も結構女性が多かったりするんですけれども、ダークエルフと人間の間に生まれたハーフエルフということもあって、結構人間にも属せず、エルフにも属せず、どちらからもこう迫害をちょっと受けて、それを救ってくれたのが、心の拠り所になってくれたのがダッシュということです。拾ってもらった、子供の頃に拾われてるんで、ダッシュのことを親とも思いつつ、そうなんだよね。でも恋もしているという、なんか複雑な感情があるよね、多分。そうですよね。なんか子供の頃にやっぱずっと泣いてるイメージだったから、初めてこう安心する場所ができて、なんかそこをこう誰にも取られたくないみたいな感覚の方がなんかちょっと強い。それをなんか大人になって恋人だったらじゃあ一緒に入れるみたいな。なんかちっちゃい時にお父さんと結婚するんだもんみたいなののなんかずっと長く続いてる感じのような気もしてます、私は。確かになんかあの辺の関係ってなかなか想像しづらいとこはあるんだよなさそう。ダークシュナイダーも特殊でも何百歳も生きてるしね。そうなんですよね。だからその気持ちは分かんないし、でもそうだよね、ちっちゃい時に拾われて親だって思う、もうなんか初めてひな鳥が生まれて見る動くものを親だと思い込むみたいな、その辺に近いかもしれないし、でも いずれ年を経るにつれ恋人のような感覚にもなっていくっていうのはね、それはなんか長く生きてるからこそのなんか感覚なんかもしれないですね。不思議。なんかでもネイからそう思われてるダークシュナイダーっていいなって、すげえなんか脱線するかもしれないし、気性キモって思われるかもしれないけど、27個下の姪っ子がいるんですよ。とっても可愛いわけ、それが今年20歳になりましてね、もう立派な女性になっても、それがもう本当ひいき目なしに可愛くて美人に育ってるんだけど、だからなんかこうすごくおじと思われてる一方で、
なんかねずっと俺は俺で若作りしてかっこつけて、はい、その姪っ子になんて言うんだろう恋愛の対象じゃないけどなんか男性としてかっこいいなって思われたいっていうのが、はい、まああってある時聞いたらその姪っ子に「いやおじでもなくそういうんじゃなくキー君はキー君」って言われた時にちょっと嬉しかったねそういうなんかねキー君はキー君なんだよねって言ってくれてただから少なくとも親戚でおじさんっていうあれはいいいなんかその紀章さんの顔を皆さんにお届けできないのがちょっと残念なくらいちょっと思いのほかちょっとちゃんと気持ち悪かったですそう演じてみてどうなのこのアーシェス・メイっていうのはさ、俺はなんかとてもいいなと思ってるよ。そうですね。北陽子のアーシェスは、オーディションの時に、結構もうちょっとこう女性的な部分をちょっと強めに演じた覚えがあって、なので、一番最初本当 1,2 話とかの時に演じた時にもっとなんか男らしく、なんかこう強い迷いもない本当に軍団長の感じで、っていうのを言われて、もっと硬くって言われていく中でストーリーが進んでいくと、もうちょっと女性らしくって言われることが増えたんで、なんかやっぱ私たちってついこう演じる時に最初に言われたことを守りがちなんですけど、進んでいく中で彼女たちはやっぱ生きてて、心境も変化していくし、女性の部分が出てきたりする流れっていうのをもっと自分の中で感じなきゃダメだなっていうのを思いました。なるほどね、なんかシリアスなキャラだよね。遊びがないというか。遊びなかったです、本当に。だよね。だからもうすげえ陰りのあるキャラクターだから。そうですね。でもそれがなんかひかさってさ、割とこう勤めてなのか分かんないけど、普段明るい声使うじゃん。なんか陽子ね、そういう声の声色でしょ。なんかすごい陰と陽でいうと陰の部分をすごく上手に出てるなって。だから結構フィカさんの本質的な部分が割と影があるんじゃねえかっていう。嘘。でも違ったらごめんが、でもそのくらいだからアーシェスのなんかそういうのにハマってるなっていうね、フィカさんの声がね。なんか皆さんがすごいギャグを楽しそうにやられてて羨ましかった。そっか、ギャグやりたい。マジですなかったからなんかちょっと楽しそうだった。そうね。そう。アーシュはまあやりたい。陽子とのやり取りとかもなんか楽しそうで、でも確かにそんな感じでしたか。でアーシェスも結構、ネイも結構陽子とダッシュのポカンみたいなやり取りを見て、はぁってなってるんですけど、本当そんな感じでいいなって思ってました。いいな。いいだろう。いいだろう。アーシェスやる演じる限りは遊べないんだぞ。徹するしかねえんだぜ。しかもなんかネイが喋り出すとめちゃくちゃ長いんですよ。モノローグが始まるとなんか5ページぐらいネイターンが始まるんで、すげえ回想するもんなあいつ。幼少期の頃からすげえ遡るじゃん。めちゃめちゃ長いからシリアスな女だ。そうなんですよ。止まらないんですよ。俺シリアスってことは前から思ってた。思いついた下ネタぶっ込むでやめてくださいよ。でもいいケツしてるよね。そこかい。着地点は。いやネイはでもケツアップめっちゃ多かったですよ。いや俺ネイね、男性陣も言ってるけど、杉田君とか安本ちゃんとかもネイがやっぱいいって。そうなんですか。最初に性に目覚めた。だから俺ら世代で言うと、俺は中1だったけど彼らはもっと小学生ぐらいだったでしょ。その時にやっぱネイのお尻に何かドクンめいたものを感じたっつって。若いのになんかほら、若い人たちはこう顔から始まって胸へ行って下に落ちていくみたいなのあるじゃないですか。まだ殿方のこと分かってないね。何シリアスだよやっぱ。シリアス。尻から始まる人もいるんですね。俺結構そうだね。俺のリビドーは尻とか足の、まあ俺は足の指なんだけど。やば、変質的すぎてマジで言うなってマジめいっ子聞いたら本当めいっ子さん聞いてたらもうブチンって切られますよこれ。今度俺ボンに山口実家帰った時に会うからもうすでにめいっ子はね今東京で大学行ってんだけど、夏休み長いからっつって一人先に帰ってんのよ。キーくんいつ会えるだって。
ちゃんと気持ち悪いんだよな。今度帰っかんなっつってメイの話始まると止まんねえんだよな。まあそんなわけでね、どんなわけだってどんなわけですか。そうだ、印象に残ってるシーンとかもね聞きたかったんだけどね。とりあえず13話このまででね、どうだ、でもやっぱネイのそうですね、ある意味こう操られてる中での支配下に置かれてる中でね、アビゲイル最愛のダーシュと対峙しなきゃいけないっていう辺は辛かったろうなって演じてて。そうですね、しかも結構それがこうずっと葛藤をずっと何話にもまたいで行ったり来たりするんで、なんか本当モノローグとセリフ、なんか思ってることと真逆のことを口から出てて、でもそれって確かにでも女性らしいというか、機嫌悪くないみたいな、悪いじゃんみたいな女は辛いよっていうところだよね。でもそれはでもなんか本当は言いたいことがあるのに、アビゲイルの策略でっていうところは確かにかなり私なんかも印象に残ってますし、あとやっぱ幼少期の思い出、さっきもちょっとお話出ちゃいましたけど、ダッシュにこうもらっていかれる、拾われていく、助けてもらった恩を話すっていうところは私は結構ずっと好きです。始まりだなってやっぱ思うんで、なんかやっぱね、一つのなんか前半のやっぱアーシェとダーシュのその人間ドラマっていうのは一つのハイライトだもんね。その背景にずっとあるものだから、あとやっぱあれですね、ハロウィーンを2人でハモれたのはユニゾンできたのはあれ先に俺がやって、それに後乗せで聞いてやったんですよ。でも結構ぴったり合いましたよね。あれだから合わせてくれたんだと思うね。本当に。あとちょっとネイのことじゃないんですけど、私小安さんが大好きで、あと中の人として中の人のファンってことね。小安武人が大好きな小安さんがやってるダイヤモンさんがすごく本当に本当に良くて、これを本当は特番で話したかったんですけど、言う機会があんまりなかったんで、もう小安さんに会った時に言いました。本人に会った時に「ダイヤモンすごい良かったですね、小安さんすごいです」って言ったら「辛かったよ」って言ってました。いやすごいやっぱね、改めて世代の壁になってくれたなって。いや本当にあれ出されて、やっぱ小安さんの本気というか、そうだね、本領発揮をここまでなんか出されると、うわー、なんか俺幸運にも一緒に撮らせてもらったんで、そうですよね、掛け合いとしてやれたから、やっぱ終わって最後お疲れ様でしたでさすがっすって一言だけ素晴らしかった。なんか同業者同士であんまりそういう恋の掛け合いってしないもんだけど、でも嬉しいものじゃん、それは知ってるじゃん、どういう声かけられたらと思って、そういうわけじゃない。俺も自然とやっぱ小安さん見て、いやもう感服ですみたいな、さすがっすみたいな、もうちょっと短い言葉だったけどお伝えさせていただきましたけどね。したらいやーにゃはははみたいな例の小安さんっぽい感じで。でも小安さんも言ってくれた、バスタードをリメイクするときにつってダークシュナイダー誰がやるんだろうって言った時に、谷山くんがいたかっていうんで妙に腑に落ちたんだよねみたいなことを言ってくださって、優しい、すごい嬉しかったね、それはね。いやもういつまでもなんか追いつかさせてくれないというか、でも素晴らしいですよね。素敵です。ぜひ見てください、皆さんも。そうです。というわけでアニメ「バスタード暗黒の破壊神」現在ネットフリックスにて第1話から第13話が好評配信中。第14話から第24話は9月15日より全世界配信予定です。絶対に見てね。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。はい、メール紹介していきましょう。ラジオネームダーシュのしもべさん。ついにバスタードの世界が始まりましたね。雑誌掲載当時から読んでいたので懐かしさと期待でいっぱいです。小学生だった私は女の子たちみんながなぜダーシュのことを好きになるのかわからなかったですが、今ならわかるかもしれないです。大人になったなと思います。気象さんのダーシュはそんな魅力たっぷりで伝わってきます。これからのバスタードが楽しみです。ひかささんから見たダーシュの男としての魅力っていうのはどういうところにあると思われますか？
強いところ。まあそうだよね。そうだね。私カルス派なんで。じゃあ続いて海外からのね、何よ。要はね、カルス派に要はね、カルス派の女に要はね。昔からサラゲン好きなんだよな。わかるよ。海外の方からメールが届いてます。I came on with a lot of expectations for the bastard anime in the press all of it. Enjoyed every shit. ここに和訳したちょっとごめん俺だ立ち位置できない。ちょっとうまい。ひかささんちょっと読んでもらっていいですか。行きましょうか。I enjoyed every second of the anime and the music. 本当このレベルですよ本当。はい、一応意訳されたものがあるのでそれをちょっと読ませていただきたいと思います。バスタードのアニメはかなり期待して臨みましたがその全てを上回る出来栄えです。アニメも音楽も1秒1秒を楽しむことができました。オープニングとエンディングは映像も音楽自体も息を飲むような美しさです。キャラクターも声優も素晴らしいです。シュナイダーがどんなにダークでも不思議とそれなりに可愛いんですよね。彼のキャラ設定はとても楽しいです。バスタードの今後の展開が楽しみになりません。このアニメに携わった皆さんありがとうございました。ありがとうございます。本当にでも Everyone's hard work working on this anime、ということでございました。すごい適当ごめんなさい本当に聞こえる。そうぽく聞こえるのは得意なね。いやでもなんかこう日本で作ったアニメーションが海を越えて海外の皆さんに見てもらえるっていうのはすごい本当にすごいアニメーションのパワーを感じますよね。ジャパニメーション的なね日本の立派なカルチャーの一つですからね。本当にそう。いや本当にどしどしだからこれからもですね海外の方でも紹介させていただきます。普通歌、お送りください。ぜひぜひ。はいお待ちしております。さあじゃあコーナー行ってみましょう。二つ縄ですかね。二つ縄。そうですね。君の名はそうみたいに言っちゃった全然前世ぐらいな感じで。はい。さあダークシュナイダーといえば超絶美形主人公無敵の魔人、そんなダークシュナイダーと同じようにバスタードのキャラクターにかっこいい二つ名をつけてもらおうというコーナーでございます。まずねはかっこいい稲妻の帝と書いて稲妻雷の帝と書いて雷帝かっこいい呼ばれたいもん。雷帝俺なんかあるじゃん炎の剣とか氷の剣と刃とか、あと風のなんとか。俺一番雷サンダーが好きだからそんな雷帝ってだから一番言われた雷帝谷山かっこいい。いやそれひかさだからもう雷帝陽子雷帝陽子はねちょっとなんかねちょっと笑っちゃうんですよね。雷帝陽子雷帝ひかさちょっと笑っちゃいません？いやいいと思うけどねいですよね。私はちなみにそうひかさ陽子自身はどうですか神奈川時代と学生時代声優時代のあだ名があってひよっちっていうあだ名があるんですよ。ひよっち俺そう呼ぼう今度から。ダメです。すごいなんで怖い。ひかさ陽子の人陽子のようでひよっちなんですよ。なるほどね。学生時代はゲルいじりなんか小学生の時ってなんかよくわかんないなんかテンションあるじゃないですか。いやー陽子ちゃんこげるゲルみたいな。もう意味わかんない。いかにも小学生的なね。小学生みたいな。ゲル意味わかんないんです。いやなるほどね。そうなんですよ。なんか変なあだ名があったんでなんか今この30代だからこそのひかさ陽子ちゃんのあだ名一番なんかぽいのを考えてほしい。ひかさ陽子なんかパッとの印象でもいいんですけど。エロねえ？いや嘘いやなんでも悪かったよ。悪いですね。もうゲル再びでいいんじゃない？ゲル子ゲル。やだ30人もなってやだ。ゲルミ。でもなんかもう私が今ゲルってなんか言われるとちょっと確かにエロいですね。ゲルねそうだよね。なんかちょっとドロッとしたものを感じるよね。ちょっとエロみが増しましたね。ゲルミゲルミでゲルネでいこう。ゲルネひかさ陽子かっこゲルネ
ウィキペディアにもじゃあ、ウィキペディア書かないで。通称2つなゲルネ。やだあ、本当だ。やだひよっちピカシャピカシャは相性。うん。佐藤里美だけなんですよ、呼ぶのは。さとさとね。佐藤里だけ。佐藤佐藤里だけなんですよ、呼ぶのもいないかもしれない。じゃあそこにゲルネ。やだー。いいじゃん。すごいいいよ。なんかいいよゲルネ。合ってます？ゲルコゲル。うん。岸尾さんの2つ名なんですか？あ、2つな。俺8月生まれのエロスの息子。ちょっとでエロとエロでじゃあ7月生まれのエロいゲルネ。エロスのエロスのエロス兄弟やん。エロス兄弟だね。そうなるとね。まあまあいろいろあって、じゃあちょっとメール届いてるんでこのコーナー紹介していきましょう。ラジオネーム赤時サメさん。4個役の楠木智さんの2つ名です、考えましたということですね。笑いの破壊者ラフターデストロイヤー、別役笑いの駆逐艦。彼女の笑いによる破壊力は底知れない。まさに笑いの破壊者と言っても過言ではありません。笑い声が特徴的ってことですかね。俺好きなんだよね、ともりるの。だから最初さ、ヒカさも失礼、ゲルネもやめて現場定着させようとしですないで。ごいなんかおせっかいなんですよ、ヒカサって。なんでいい意味なんで俺だって人見知りだし、自分の他人との自分以外の誰かとの距離の取り方ってあるわけ。ましてやともりるとは二回り下のうさぎ年だから24だから、もう親子ぐらい違うわけよ。そうですよね。だからどういう風な距離感で行こうっていう、まだ5話か6話ぐらいの時にヒカサがその時初めてアフレコ現場で一緒で「気象さんとともりるって呼んでるんだっけ？ともりです。ともりはさ」みたいな「この現場どんな感じ？この主役同士でさもう仲良くなったの？」みたいな感じで「おまみたいな。いやだからこれからだみたいなの経てるんだけど、そっから経てでもおかげさまもあって、で最近ようやくこう砕けたトークおしゃべりができるようになったらまあ俺の冗談とかそういうなんか他愛もないことにすげえ受けてくれるんだよね。そうなんですよ。あれ俺もう虜になっちゃって、ともりるの笑い声がすごくいい感じ。本意気で笑ってくれるでしょ。笑う時はもう全力で笑うみたいな。あれも完全ファンになっちゃったね。可愛いんですよ。しかも作曲もできんだよあの子。そう才能が本当に、作詞作曲もできる。すごいなと。なるほど。笑いの駆逐艦ラフターデストロイヤー。本人に伝えた時デストロイヤーはちょっとね。ただ可愛げなルックスに逆にこうギャップ的にデストロイヤーかっこいいともりところもありますからね。ラフターデストロイヤーともり。笑いの駆逐艦こと楠木ともり。ね。かっこいいな。いいですよね。じゃあちょっとゲルネ読んでもらっていいですか。続いてカーシーさんからいただきました。谷山さんの2つのを考えてみました。断裂の英雄アキレウスというのはいかがでしょうか。アキレウスはアキレス腱の由来であるギリシャ神話の英雄の名前です。このまんまですね。僕アキレス腱切ってるんですよね。なんかそんな気がしました。そんな気がしたって待って、人を見てそこはかとなくアキレス腱この人切ってるっぽいなってわかる？お前適当ばっかこいてねえかさっきから。このメール読んでそうか読んで気象さんはアキレス腱を切ったなって。これを読んで違うのがね、相当勘が悪いよ逆に。やったんですよ3年前の。何でやったんですか？2019年の9月14日。いやそれこそライブやってましてね。はい。その時は自己最長のツアーだったんです。もう20本とかやったのかなの、最終日札幌。もう最終の最終だからこれを終えたらもう大団円でみんなで打ち上がれるぞと。しかもコロナ前2019年の9月だから、で札幌ねで待ってますよすすきのが。で翌日その日は泊まりで翌日ファンクラブのイベントとか待ってたけど、もう飲もうってなった時に、3曲終わって MC やりました。体軽いんですよ。もうずっとその時はトレーナーにも帯同してもらってたからちゃんとマッサージもやってもらってたし、20本やってるからもう体も結構慣れてるし、その2時間半のステージに、で最終日だからもうアドレナリン出てるしモチベーション高いし、3曲調子いい体動くさあ MC1 回目の MC 終わりました。さあこれから行くぞっつって、行くぞねやろうともみたいな感じで歌入り入りますって時に、もうなんか普段ずっと踏んでたステップを今までよりも右足を深くグッと入れた瞬間になんかガゴンって体ずれてあれと思ってそっから立てなくなっちゃって、一応歌い続けたんだけどへたり込みながらも、そしたらちょっと一回中断入れて袖にはけさせてもらって一回ごめんっつってですぐ続けるからっつってトレーナーに見てもらったらこれひょっとしたら切れてるかもしれない
でもそこで中止してさ3曲しか歌ってないの、まあそうですよね。椅子用意してもらって、だから結果そのブチ切れたままアキレス腱一応ワンステやばージ終わったんだけど、でその後札幌のドクトルに見てもらったら、これ切れてますね、切れてる。でもここじゃねどうにもできないんで、はい紹介状書きますんで、東京戻ってからオペナリーされてくださいっつって、ずっとプランのまま、あと2日ぐらいそう滞在して札幌に。で切れたまま上空何万フィートを飛んで東京に帰っていったすごいっすね。そうでそれがあったんで、今もうずくんですけど、ね、もうステップ踏んだだけで切れるもんなんですか？いや普通切れないよ、多分よっぽどだからよっぽど強かったんですかね。負担はかかってたんだろうし、切れかかってたんだろうし、今までよりも気持ちが入ってたんだろうね。グッてこう体重を後ろに乗っけて、そこからグッとこうなんていうのかな、前に押し戻すよね、全体重に乗っかったような状況だったから、別に振り付けがあるわけじゃないんだけど、僕割とステージで動きたい人だから、はい、動いてもうなんか飛び跳ねたり年がいもなくするんですよ。ジャンプぴょんぴょんしたりいっぱい動いたりするんで、それで切っちゃったっていう断裂のアキレス谷山です。ぴったりですね。アキレス腱ですっていうのがあったということ。はい、このようにあなたが考えたキャラクターやキャストの2つ名を送ってきてください。以上2つ縄でした。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。ここでお知らせです。まずは配信情報。アニメバスタード暗黒の破壊神は現在ネットフリックスにて第1話から第13話が好評配信中。第14話から第24話は9月15日より全世界配信予定です。ぜひご覧ください。原作情報です。バスタード暗黒の破壊神原作コミックは1巻から27巻まで好評発売中。ジャンププラス、ヤンジャン、ゼブラックでも和単位、コミックス単位で配信中です。フィギュア情報です。メディコスエンターテインメントよりダークシュナイダー、ネイ、ヨーコ他フィギュアの発売が決定。詳細はメディコスエンターテインメントの公式サイトまたは公式ツイッターをご確認ください。主題歌情報です。オープニングテーマを歌うコールドレインのブラッディパワーフェイム、エンディングテーマを歌うチエルのブレスレスはデジタルシングルとして好評配信中です。原作原画展の情報です。渋谷で開催した原作原画展バスタードエキシビションが大阪でも開催されます。タワーレコードアベノフープ展スペースアベノで会期は8月26日金曜日から9月11日日曜日まで。グッズも多数ご用意しております。以上お知らせでした。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。 Feeding of the enemies, aiding me to sleep. Are you dreaming of love? バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。番組ではリスナーのあなたからのお便りを大募集。各コーナーはもちろんアニメの感想、キャストへの質問などたくさんのお便りをお待ちしています。アニメ公式サイトのラジオページにあるお便りフォームからぜひ送ってください。さてエンディングとなってしまいましたが、日笠陽子さんいかがでしたか？楽しかったです。ありがとうございます。なんか私も岸尾さんとこうやってなんかゆっくり2人でっていうのないから。そうなんだよ。そう、特に最近なくなっちゃって、女性声優さんと絡む機会が。なんでですかね。よかった。でも一応女性声優の扱いだった。いやもちろんもちろんよかったよかった。日笠今日も綺麗だよ。なんか言いづらそうになんか嘘ついてる目をそらさないでくださいよ。照れてる演技とかされ慣れてないからこっちの意図が見抜けないんだよ君は。悲しい女だな。慣れてないです。杉田さんが一生なんかキャラ名で呼んでくるなんかあのキャラが良かったね良かったねって言われるくらいしかないです。俺が褒めてやるよもう今度から。ありがとうございます。その中で、日笠さんには次回もご出演いただきます。お願いします。来てくださいね。よろしくお願いします。それではまた次回は8月の31日でございます。お会いしましょう。お相手はダークシュナイダー役谷山紀章とアーシスネ役日笠陽子でした。バイバーイ。この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りした。